わしじゃ不気味度を魅力じゃ。今回は重装騎兵バルケンのもう一つのエンディング、いわゆるバッドエンディングを紹介していくのじゃよ。まあちょっとしたおまけみたいなものじゃ。とはいえバルケンらしさというか、バルケンを語る上ではある意味避けては通れない、とても印象的な要素だとわしは思うのじゃよ。バッドエンディングになる条件は2つじゃ。ステージ3とステージ5のボス戦いずれかで特定の条件を満たすことでエンディングが変化する。まずはステージ3からじゃ。ステージ3はボスであるグランビアとの戦いに加えて、地上に落下しようとする小惑星基地アークノバのエンジンを時間内に破壊するというミッションがある。4つあるエンジンを一定時間以内に破壊できないとアークノバの地上落下を防げず、バッドエンディングになるのじゃ。残り1分を切るとクレアタンからお知らせメッセージが来るのじゃが、これは当然無視じゃ。ふふふ、いい眺めじゃぜ。地球が燃えてやがる。30秒を切るとさらに最速が来るのじゃ。ちょっと心苦しいがすまんな、クレアタン。あとはただ待つだけじゃ。さてそろそろじゃな。これでバッドエンディング確定じゃ。バッドエンディングの条件を満たしても基本的にはエンディング以外はテキスト含めて変化はないのじゃが、次のステージ4だけは少し変わるのでついでに紹介するのじゃ。バーシスと共に地上に不時着した場面じゃ。背景に今まさに地上に落下しようとするアークノバの姿がある。まさに隕石落としじゃな。シャアの言うようにさせてしまったとか言いたくなる場面じゃ。何単位で人が死んでそうじゃの。ここから先の展開は通常と同じじゃ。ぜひグッドエンディングの場合と比べてみてほしい。続いてはステージ5じゃ。ステージ5は敵のシャトル打ち上げ阻止が目的で、ボス戦はシャトルの撃墜となる。実はこのシャトルを撃墜しなくてもクリアはできてしまうのじゃ。もちろんその場合はシャトルの打ち上げを阻止できなかったということでバッドエンディングになってしまう。ステージ3か5、いずれかの条件を満たすとバッドエンディング確定じゃ。両方ではないので注意じゃよ。なんといってもこのステージで必見なのは打ち上げ阻止に失敗した時のクレアタンのセリフじゃ。多分違うというのは分かっているんじゃが、お前本当に使えないなと呆れているようにしか見えなくて、一部の人にはたまらん展開が待っているのじゃ。このステージはただ制限時間まで待つだけでなく、敵の攻撃も避けつつシャトルも破壊しないようにしないといけないので、ちょっと面倒なのじゃ。ここのクレアタンが最高じゃ。くだらないことを言っている間に最後のステージ7じゃ。ラスボスのベルダーク少佐との戦いまでの展開も特に通常と変わる部分はないのじゃ。
ビルドボーグを破壊した後に第2形態に変形するみたいな展開もちょっと見たかった気がするが、残念ながら通常のエンディングの場合と同じじゃな。そういえばこのビルドボーグってディヨングとクイーンマンサーを足してみればったみたいな感じじゃよね。あちこちの装甲がなくて内部構造がむき出しのあたりがいかにも試作機といい雰囲気でよいな。あとは頭部だけなんじゃが、これがなかなか硬いんじゃよな。そして違ってくるのはビルドボーグを倒した後の展開じゃ。基地の爆発に飲まれそうになるも、そこから再度加速して脱出するところが見せ場じゃが、バッドエンディングではそのまま爆発に飲まれてしまうのじゃ。そして生き残ったジェイクがなんとかバーシスまでたどり着くも時すでに遅く、クレアタンも力尽きていた。戦いは終わったものの、全てを失って途方に暮れるジェイクの姿でエンディングとなる。グッドエンディングとのあまりの雰囲気の違いに思わず愕然としてしまうのじゃよ。ここまでの展開を見ればわかるのは、いくつかの作戦で失敗していたとしても、この戦争全体の大きな流れとしては全く変わっていないということじゃ。合衆国軍は要塞やアクノバを攻略し、連邦軍の地上戦力を掃討した後に首都を包囲し戦争に勝利したという歴史そのものは変わらない。しかしジェイクという一人の兵士にとっては、それが希望にも絶望にも変わり得るという戦争に対する冷静な視点がここにはある。誰が悪で誰が正義という単純な二元論ではなく、戦争という大きな流れの中で一人一人の人生や考え方、物語があるということをしっかり描いて伝えようとしていると思うのじゃよ。そういう意味では、戦争に参加した一人の兵士が未来への希望をつかむことができたということが、本作におけるグッドエンディングの意味なの
ションゲームとしての完成度の高さはもちろんじゃが、非常に質の高いシナリオとその根底に骨太なテーマがあったからこそ、このバルケンという作品は今なお名作として多くの人に愛されているとわしは思う。まあなんか堅苦しい話になってしまったのじゃ。スタッフロールの曲もグッドエンディングの時とは全く違う重い曲調なので、同じゲームでほぼ同じ展開にもかかわらず、ここまで雰囲気が違うとびっくりじゃな。ぜひグッドエンディングの場合と改めて比較してみて、その違いやバルケンという作品の奥深さを感じてもらえると嬉しいのじゃよ。バルケンのプレイ動画はこれでおしまいじゃ。最後までお付き合いいただき、改めて感謝するのじゃよ。では、次回もよろしくな。